皆さんこんにちは、旅くるです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は福島県会津東山温泉くつろぎ宿新滝をご紹介します。会津東山温泉の開湯は約1300年前の天平年間、瞑想行基により発見され、山形県の上山温泉、湯の浜温泉とともにかつて奥羽三楽峡と呼ばれました。この動画では東山温泉では最も歴史ある温泉宿の一つである新滝の歴史と概要、リニューアル後で専用ラウンジが利用できる半露天風呂付き客室、豪華夕食とバイキングの朝食まで新滝の魅力をフルレビューします。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。くつろぎ宿新滝に到着しました。宿の歴史と概要をご紹介します。会津の奥座敷東山温泉。豪快に流れているのは東山温泉を通して流れる湯川。白い橋を渡った先にある湯川沿いの洋風の建物がくつろぎ宿新滝です。新滝の歴史は古く、江戸時代歴代の会津藩校の湯治場として利用された地に明治20年に創業されました。美人画で知られる叙情詩人画家竹久夢二氏が3度宿泊した記録が残されているほか、与謝野晶子や土方歳三など多くの文人、仏閣、そして時の著名人たちが訪れています。2005年11月、東山温泉の3つの老舗旅館、千代滝、新滝、不動滝を統合し、以降、くつろぎ宿、新滝、千代滝として運営されています。現在の新滝は、地上5階、地下1階、全90室。東山温泉では、比較的大型の温泉旅館となります。新滝の宿泊者は姉妹館である千代滝のお風呂やラウンジなど施設の一部を利用することができますが、後ほどご紹介します。高速道会津若松インターチェンジから約20分、会津若松市内からは街中周遊バス東山温泉バス停から徒歩3分とアクセスも良好です。歴史ある白い橋を渡ると見えてくる洋風の素敵なエントランスから館内に入ってみましょう。フロントロビーは広々開放的なスペース。このフロアから客室、売店、ギャラリー、ラウンジなどへ直接アクセスできます。こちらはフロント。フロント脇からは大浴場、貸し切り風呂やお食事処に行けますが、後ほどご紹介します。では、館内の施設をご紹介します。エントランスの前にはお土産処、楽市楽座。こちらは大正ロマンを代表する叙情詩人画家竹久夢二の作品展示コーナー。竹久夢二は明治44年、大正10年、昭和5年の3度にわたり新滝に滞在し、会津の女性や風景を描くことに情熱を傾けることにより多くの作品を残しました。ロビーの奥には浴衣、枕コーナーがありました。
こちらには浴衣のレンタルコーナーがありました。500円でカラフルな浴衣がレンタルできますよ。では通路を奥に行ってみましょう。奥にはメイン施設の一つ、ライブラリーラウンジがありました。宿泊者が利用できるこちらのラウンジは夜は11時まで、朝は6時からと滞在を通して使い勝手よく利用できます。ドリンクメニューはとても豊富にありました。隣にはライブラリースペース、ドリンクをいただきながら読書もいいですよね。卓球コーナーもありました。今回は半露天風呂付き客室のため、お部屋でチェックイン手続きを行います。客室は階段を降りた地下1階の渓流沿いにあります。エレベーターはありません。左手に専用ラウンジがありました。お部屋で座ってチェックインです。館内、お部屋、お風呂について丁寧に説明をしてもらいました。他館こちら川沿いの新滝、正面玄関から橋を渡って左に約だいたい100メートルほどですね、お進みいただきますと右側に坂道見えますので、この坂道上がっていただいた先、このように木でできた階段から、姉妹館千代滝の2階にお入りいただけます。ではお部屋レビューです。はい、今回のお部屋は半露天風呂付き特別室というお部屋になります。鍵はこんな感じのね、木製のキーホルダー付きの鍵となっています。まず入り口を入るとこちらにクローゼットがあって、そしてこちら側がお部屋ということになります。こちらの半露天風呂付きのお部屋、新滝には6部屋あるんですけども、いずれも2022年にリニューアルされて新設されたお部屋ということで、とても新しいお部屋になっています。こちらのお部屋は川沿いというのが売りなんですけども、まずはそちらを見に行ってみたいと思います。こちらの窓からすぐ外に出れるようになってるんですね。さあ、そしてこちらが川側のベランダということになります。ちょっと目隠しのブラインドはあるんですけども、もう川の音がね聞こえてますが、この下の方からこんな感じで川が流れているのが見えています。こちらはね湯川という川ですけども、こちらの東山温泉をね通して流れているようなそんな川になっています。こちら側にはデッキでね少し休めるようなそんなスペースも用意されてますね。さあ、そして窓側からお部屋を見ますとこんな感じになってますけども、リビングとベッドスペースが一体のような感じでカーペット敷きになってまして、まずはベッドですけども、セミダブルサイズのベッドが、くっついてね、全体でいわゆるハリウッドツインのような形式のベッドになってまして、とても広いベッドになっています。これはねおそらくこう離したりもねできるのかなというふうに思います。こちらにはスタンドライトとそれから USB のね充電器も用意されてます。ベッドの隣にはデスクもあって、作業もねできるようなそんな感じになってます。あとはこちらにも丸テーブルが用意されてますね。そしてこちら側には座り心地の良さそうなソファーとそれからテーブル、あとはテレビが用意されています。入り口側を見ますとこんな感じになってまして、こちらはクローゼットですけども、羽織と下にはサイズ別のね浴衣が用意されてまして、こちらは帯とそれから足袋ですね。あとはスリッパもありますね。こちらは室内用のスリッパですけども、館内で履けるようなスリッパも用意されてます。トイレはウォッシュレット付きの最新のトイレとなってますね。こちらはミニバーのようになってますけども、
日本酒や焼酎、あとワインなんかがね置かれてますが、こちらは有料ということですね。どれもねなかなかのお値段かなというふうに思います。かなり高級なお酒なのかなというふうに思いますね。あとは冷水とアイスペールがあって、お茶菓子はね、山塩大福と会津花豆というお菓子になっています。下にはカップやグラスがあって、こちらは日本茶のティーバッグですね。ティーバッグに関しては無料でいただけるということですね。ちなみにこのお部屋を出た隣にこちらのフロアの専用のラウンジがありますので、コーヒーなんかはねそちらからもらってくるのがいいのかなというふうに思います。冷蔵庫の中は無料ということで、これなんかね高級そうな桃のジュースですよね。あとはお茶とハートランドビールというビールが用意されてました。さあ、そしてこちら側にはこのお部屋の売りであります半露天風呂があります。まずはねお風呂を見に行ってみたいと思いますけども、さあこちらが半露天風呂ということになります。全体にね薄暗くなっていて非常に雰囲気のあるお風呂ですよね。そしてねこんな感じで、大きめの窓があって、でここが開くということで半露天風呂ということになっています。お風呂はね石造りで、上にはヒノキが縁取られていまして、非常に高級感のある湯船になっていますよね。そしてかなり広いお風呂になっています。周りもこんな感じでね木の装飾で囲まれていて、いい雰囲気になっています。湯口はこちらにありますけども、こちらから温泉が源泉 100% かけ流しで出てくるということになっています。あとはこちらにはシャワールームがありまして、 DHC のシャンプーが用意されています。そしてこちらは洗面になってますけども、洗面もね非常に新しい洗面になってますけども、 DHC のシャンプーと、あとはねポーラの化粧品もね用意されてますね。アメニティは歯ブラシ、ひげ剃り、シャワーキャップ、櫛とか綿棒なんかもありますね。下にはガウンと、あとはタオルなんかが用意されています。お部屋で Wi-Fi が利用できます。この場所ではね 37Mbps となっています。携帯の電波はちょっとつながりにくいみたいですね。浴衣着てみました。今回のこういう感じです。浴衣です。ちょっとこう緑を基調にしたね、羽織の柄もすごくいいね。いいよね。なんか大人っぽい感じ。ポイントはこぼしちゃんがいます。この中になぜかど真ん中にこぼしちゃんがいてごめんなさいね。真ん中ですね。パッカンって感じで、こぼしちゃん隠して6室ある半露天風呂付き客室の宿泊者には専用のラウンジが用意されています。ここが半露天風呂付きの専用ラウンジです。専用ラウンジね。朝7時から11時と3時から11時飲めるんですよね。赤ワイン、白ワイン、ウイスキー、日本酒ね、本当にここの宿はね地酒をすごく推してるっていうことなんで、あと甘酒ね、水とかアップルジュースだね。あ、おまんじゅうがある。あ、本当だ。太おまんじゅう。でもワイン飲むんだったらそうだね、そっちの方がいいかも、ね、甘いのよりね。そうだね。これなんでしょうか。シャルドネって書いてるね。サニーサイドってオーガニックのワインですね。ではお疲れ様。お疲れ様でした。乾杯。運転してきたよね。辛口のワインで爽やかな香りがしてますよ。川の景色を見ながら、このね専用ラウンジで飲めるのはいいね。大浴場をご紹介します。新滝の大浴場は3つあり、すべて1階にあります。エントランスに近い方からご紹介していきます。まずは天然湯風呂千年の湯。新滝の、名物の一つのお風呂であります千年の湯というお風呂があるんですね。
こんな感じで27段の階段を降りて、その下にお風呂があるということになっています。こちらのお風呂は男女入れ替えの大浴場なんですけども、時間によっては貸し切り風呂として使用されています。今ですね、右の女と書いてある方が岩風呂で、左側の男と書いてある方が露天風呂ということになっています。まずはこちらの岩風呂からご紹介します。さあ、こちらが千年の湯の岩風呂の脱衣スペースとなります。こちらのお風呂は洗い場もありませんので、お湯に浸かるだけのお風呂ということで、あと貸し切り風呂としてもね利用されますので、比較的小さめになってますね。こちらが温泉の成分表ですけども、源泉名はね新滝源泉、 pH が 7.8 のナトリウムカルシウム硫酸塩塩化物泉となっています。泉温は42度となってますね。あと一部混合泉にはなってるみたいなんですけども、いずれのお風呂も加水加温ろ過消毒なしの源泉 100% かけ流しということになっています。そしてお風呂はこちら側にあるんですが、まず入ったところにはこんな感じでかけ湯があります。こちらのかけ湯もこんな木製のね箱のようなところにお湯が満たされてまして、そしてこちらの筒からね源泉がかけ流しになっていて、これもなかなか雰囲気のあるかけ湯になってますよね。会津藩主松平家ゆかりの天然岩風呂千年の湯は、天然の温泉自噴岩盤をそのまま生かしたもので、かつては歴代藩校の湯でありました。明治以後は多くの文人に愛され、文豪横光利一の産湯にもなりました。さあ、こちらが岩風呂ということになりますけども、湯船が手前側と奥側に2つありまして、こちらの奥側はね、まさに岩風呂といいますか、後ろの方にこんな感じで岩がありまして、そしてお風呂自体もかなり歴史を感じるような、そんな感じのゴツゴツした感じの石でできた石のお風呂になっています。結構ねこのお風呂ね深いんですけども、2、3人はゆったり入れそうな、そんな感じのお風呂ですよね。こちらからはね、源泉がオーバーフローしていて、かなりの量の源泉がかけ流しをされているということが分かります。源泉はこちらの筒のようなところから出てますね。そしてね、お風呂に入ってると結構川の音がするんですけども、実はこちらのお風呂はすぐそばがねこんな感じで川が流れてまして、渓流の雰囲気を感じながら入ることができるということになっています。もう一つの湯船はね、ちょっと小さいんですけども、こちらも石でできていて、周りはこんな白い感じの石で、大理石でしょうかね、でできてるような、そんな感じのお風呂になっています。続いては千年の湯露天風呂行ってみたいと思います。こちらが千年の湯露天風呂の脱衣スペースとなります。先ほどのね岩風呂よりはかなり広さがあって、十分にこれならねたくさんの人数でも着替えはできるのかなというふうに思います。洗面もシンクが3つあって、ドライヤーですね、それから男性用と女性用の化粧品が用意されています。あとはねシャワーキャップや櫛や綿棒なんかも用意されています。こちらにもね千年の湯不動滝源泉というふうに書かれていて、不動滝旅館のお風呂が残されているということになっています。さあ、ではこちらからお風呂に行ってみます。こちらが千年の湯露天風呂の内湯ということになります。実は露天風呂が他にあるんですけども、こちらにね非常に素敵なレトロな感じの大理石でできた内湯があるんですね。なんというかもう本当神々しいような、そんな感じのお風呂になってますけども、非常に綺麗なすべすべのね大理石でできた湯船となっています。広さもかなりありますよね。そして窓の外にはこんな感じで、川がねすぐそばを流れてますので、結構川の音も聞こえてます。こちらにはね木製のマスがありますけども、こちらはかけ湯のような形になってまして、源泉はこちらの筒からね 100% かけ流しで出てるということになっています。
そして露天風呂はね、実はこちらの奥の方にあるんですが、ちょっと行ってみます。もうここからね、川の音がすごいんですけども、こちらが1000年の湯の露天風呂となりますけども、いやほんと新滝には非常に素晴らしいお風呂がたくさんあるんですけども、こちらも本当に素晴らしいですよね。お風呂のね、すぐ下にこんな感じで豪快に川が流れていて、ちょっとこんな感じでね、目隠しや、あと上の方には屋根はあるんですけども、十分な開放感と、それから川の景色をね、楽しめるように、そんな感じのお風呂になっています。これは本当に素晴らしいですよね。真ん中にはこんな感じで柱が立ってまして、周りの木やそれから上の梁なんかも全部木製でできていて、この辺の雰囲気も本当に素晴らしいことになっています。湯船もね、広さ十分の石の湯船になってまして、周りには岩の装飾がされていて、川が流れているのを豪快に見れるというのは素晴らしいですよね。こちらは大浴場としても使われますけども、時間帯によっては貸し切り風呂として使われますので、こちらの新宅に泊まられた際にはぜひ借りてみてはいかがでしょうか。ちょっとこう丸太風のね、こういう手すりもありまして、そして内側には段差もしっかり用意されてますから、バリアフリーもね、十分に配慮されているということになります。千年の湯の少し奥には渡り湯があります。はい、こちらが渡り湯の男湯の脱衣スペースということになります。お部屋の数はね結構あるんですけども、お風呂もたくさんありますので、これぐらいあれば十分かなというふうに思いますね。こちらには洗面が用意されてまして、ドライヤーと、あと男性用のポーラの化粧品とかね、それからアメニティも用意されてますね。ではこちらからお風呂に行ってみます。渡り湯は昔ながらの湯治場を現代風にアレンジしました。東山温泉の原点、簡素な湯治場をイメージしながら、モダンかつ格調高い現代風にデザインしています。こちらが渡り湯の男湯ということになります。まず一見してね、こうレトロな雰囲気の歴史を感じるようなお風呂になってますよね。そして外の緑がね、湯面に反射して非常に綺麗なお風呂になっています。湯船自体もとても広い湯船になってまして、内側は石なんですけども、外側にはこんな感じで火花が使われていて、あと周りにもね木材が使われていて、全体の雰囲気がとてもいいお風呂になっています。外はこんな感じで、窓が開いてまして、半露天風呂のようなそんな感じのお風呂になっています。シャワー付きの洗い場がこちらに5つ用意されてますけども、シャンプー類はこちらの THC のシャンプーが用意されています。こちらはかけ湯になってますけども、かけ湯もこんな感じで木製でいい感じですよね。そして露天風呂があるんですけども、こちらのちょっと浅いお湯が張ってあるところを歩いて露天風呂に行くことができます。露天風呂まではね結構距離があるんですけども、少し階段を降りていくと、さあこちらが渡り湯の男湯の露天風呂ということになります。いやこちらもね本当素晴らしいお風呂になってますよね。石でできた結構広めのお風呂ですけども、こんな感じで外の湯川の渓流が豪快に見えていて、非常にいいお風呂になってます。でこんな感じで屋根はかかってますけども、開放感がね十分にあって、そして結構この下はねこんな感じでもうすぐ下が川になってまして、なかなか見応えのある景色になってますよね。はい、こちらが渡り湯の女湯の脱衣スペースとなっています。こちらもね男湯と同様で、全体が木造りのね、十分な広さの脱衣スペースになっています。でこちらには洗面がありますけども、
女湯の方がちょっと広い感じになってまして、こちらにはドライヤーやアメニティがありますね。あとはポーラの化粧品なんかも用意されています。こちらはベビーベッドになってますね。さあ、ではこちらからお風呂に行ってみます。ではこちらから露天風呂に行ってみます。女湯はね、結構すぐ近くに露天風呂があるんですね。さあ、そしてこちらが女湯の渡り湯の露天風呂ということになります。いやー、この雰囲気は素晴らしいですよね。湯船自体はね、かなり広めの石造りの湯船になってますけども、このちょっと目隠しにはなってますが、外側に川があって、そして屋根までこんな感じで木造りになっていて、もう丸太がねこんな感じで使われていて、もうほんと自然を感じながらお風呂に入ることができます。こちらにはね、これもまた自然の木を使ってできた手すりが用意されてまして、で内側には段差もありますので、バリアフリーも配慮されているということになりますね。こちらの雰囲気のある筒からもお湯が 100% かけ流しで出ているということになっています。さらに廊下を奥に進みます。別館側ダイニングへ向かう廊下の途中には猿の湯がありました。はい、こちらが猿の湯男湯の脱衣スペースということになります。こちらはね、かなり広めの脱衣スペースになってまして、この新滝の中ではね一番広いお風呂かなというふうに思います。こちらが洗面ですけども、ドライヤーやあとは男性用の化粧品ですね、それから櫛や綿棒なんかのアメニティも用意されています。こちらには猿の湯と書かれてますけども、不動滝源泉と書かれてまして、旧館である不動滝のお風呂ということになってますね。ではこちらからお風呂に行ってみます。1300年前の発見当時、東山温泉は猿が群れて入浴していたことから猿の湯と呼ばれていたと伝えられています。戊辰戦争の折には療養に訪れた土方歳三が当時の猿の湯から川に飛び込んだという逸話も残ります。はい、こちらが猿の湯男湯となりますけども、やはりね全体が広くて、こちらが一番大きなお風呂ということが分かります。もう外を見ますとね、露天風呂見えてますけども、内湯と露天風呂があって、まず内湯ですけども真ん中でこう仕切られてまして、画面で見ると左側がぬる湯で右側が熱湯という湯船になっています。どちらもねかなり広めの湯船ですけども、石造りでね高級感のあるようなそんな感じの湯船になってまして、しっかりと手すりとね、それから段差があって、バリアフリーも配慮されているということになりますね。こちらには洗い場が多数ありますけども、しっかりとこのようにね仕切りもあってプライバシーも配慮されていて、シャンプー類は THC のシャンプーが使われています。さあ、それでは窓から見えてますけども露天風呂に行ってみます。さあ、そしてこちらが猿の湯の露天風呂ということになります。かなり広いお風呂になってまして、奥の方にはねデッキのようなスペースもありますね。湯船はねタイル張りになってますけども、周囲はこんな感じで岩で装飾をされていて、さらに奥の方はねこんな感じの日本庭園のようになっていて、全体の雰囲気かなりいいですよね。屋根はねこんな感じで、全体にかかってはいますけども、開放感も十分にあって、露天風呂の雰囲気を楽しめるのかなというふうに思います。屋根があれば雨が降っても安心という感じですよね。こちら側にはね階段も用意されてますので、入りやすいようになってますね。今回姉妹館である千代滝の貸し切り風呂をお借りしたので行ってみます。
この射的屋ここさんね。ね、おじさん亡くなっちゃったんだって。ねすごくね、おじさんサービスが良くてね。ね、よかった、楽しかったよね。すごい楽しいとこだったの。そうちょっと寂しいね。寂しいね。でもさ、なんか閉まってるけど、なんか本当さ、タイムスリップしたみたいな感じでそうね。静かでいいね。街並みはね。ここお店だ。営業中だって。羊羹のお店だね。ここも旅館？旅館なんでしょ？やってるね。ね。ここでしょ？ここ上がっていきます。登るんです。これを。ここね、なんかね。なかなかの坂ですよ。もうダメ。もうダメかも。あそこの上は千代滝なの？へえ、そうなんだ。喋んなくなったでしょ。疲れてきた。疲れてきた。なかなかのね、この心臓破りな感じの坂ですよ。結構な坂だよこれ。なんて言ったって50歳ですから。見えてきましたよ。来ました。で、ここでゴールじゃないのよ。ここからまた階段があるの。まだあんの。10階建てだって。これは景色が良さそうだね。このさ、これの屋上に露天風呂があるんでしょ。それが一番この東山温泉で高いところにある露天風呂って。そうだね。お邪魔いたします。はい。これもみじじゃね。紅葉しそう。なんかかざして。ここまで来て入れないなんて言ったら大変だよね。鍵を。これ。はい。はい。お。来ました。こちらで4階に上がります。1階。なかなかの坂だね。酒飲んだ後だとちょっと厳しい。そうだね。ちょっとね。やっぱ街並みを見ながら行き来してもらいたいっていう、そういう狙いがあるということで。こちらは千代滝のフロント。新滝の宿泊者は姉妹館千代滝の10階にある展望露天風呂や2階のふもと湯、そしてラウンジなどが利用できます。ふもと湯が貸切風呂と大浴場とあるの。こっち側が貸切風呂。夕食会場は別館の一番奥、ダイニング階。とても広い会場で一部カーテンで仕切られています。今回は半個室のようなスペースで見た目も鮮やかな食材が用意されていました。ドリンクメニューです。会津の地酒を中心に生ビールやワインなど一通り揃っています。ここは日本酒推しなので、このお宿が日本酒で乾杯。美味しい。すごい甘みがある。食事は創作会津郷土料理膳。旬の食材、地元の食材を創作料理でいただくことができます。ではいただきますか。いただきましょう。しめじとスモークサーモン、いくらがけ、いろいろなんかさっぱり系のものが入ってますよ。まずみょうががあるだけでもうさっぱりしてるなって感じがしない。サーモンこうやってサーモン巻き込んで一口で食べちゃうの。サーモン好きにはたまらないねこれは。美味しい。さっぱりした味ですよ。たけのことズッキーニの煮浸し。へえ。ねえ、すごい。
これはまたさ、器は和なんだけど中身は洋って感じがしない？これも全然お腹にたまらないでこうあっさり入っていけるような、いくよね。さっぱりした味わいですよ。乾杯。あー美味しい。生ビール美味しい。やっぱり生はいいね。紫陽花色です。紫です。すごい大きいアスパラがいるよ。手で取っちゃったけど、これかな。これは別にそのサラダなんだけど、これで食べようかなって思った。シャキシャキ。豆腐ディップだ。すごいあっさりした味。こんな太いアスパラなかなかないよね。なかなかない。美味しい。野菜の甘みもすごい感じられる。これは何かな？これ日本酒がいけそうな感じの色してない？イカ？これは日本酒ですね。合う。お酒が進みますね。この後も忙しいんですけど。お風呂もいっぱいあるからね。ででん。野菜サラダ。豆腐ディップで食べてくださいっていうので。すごい。これなんかすごい。すごい。こんな感じで出てきた。棒がついてました。棒がついてたんだ。驚き。豆腐ソースがねすごくあっさりしてるから野菜のさ旨味をすごく感じられる。なんかね野菜がすごいね。これはどうやって食べたらいいんでしょうかね。手で確かにそうやって食べるんじゃないの？これだけでお腹いっぱいになりそう。ね。見てこれきゅうりもね埋もれてたんだけどなんか飾り切りしてるんだよね。美味しい。これなんか美味しそうじゃない？合うと思った。ヤングコーンが一番合う。ヤングコーンはあんまり癖がないでしょ。味もそんなにこう薄い感じだからこの豆腐のソースの味がギュッと入る。さあ来ましたよ。来ました。これ何ですか？すごいよね。馬刺しですね。会津に来たらこれを食べないとって感じ。ほら薄く切ってバラのようにこう固めてきれいにしてくれてるんですよ。からし味噌だけ。それをお醤油に溶いて食べてくださいっていうことなんで、これ柔らかくて薄い。すごいよね。とろける。これめちゃくちゃ美味しい。待ちきれないな。日本酒を頼まなきゃ。どうしましょう。ほんのり甘い感じ。今の日本酒は本当飲みやすいね。食前酒に近い感じ。そうだね。そうだ本当だ。これもちょっと中辛かな。全く癖がない。さあ行ってみよう。中辛甘口の中間っていう感じの、全体的に美味しいです。で日本酒を飲むと。いいね。いいね。最高。最高です。お刺身レモンをこうちょっと絞るかな。ホタテもプリップリですよ。大きいエビがいる。すごい。見つけたって感じ。見つけたよね。こんな大きいよ。ほら。本当だ大きい。ねえ。エビも不本意な感じだよね。すっごい食べ応えありそう。これ結構でかいね。味噌もいっぱい入ってんじゃない？さあ行きます。
いっぱい入ってた味噌。吸った。美味しい。吸いましたか。美味しい。これは最高だわ。エビさんありがとう。どんどん美味しい料理が運ばれてくるから、すごいね。もう本当どうしよう迷っちゃう。こずゆ来ました。こずゆね、これはもう会津の定番。そしてこずゆが入ってる器は手塩皿。手塩皿。もう定番だよね。そう。だね。これだね。ねえ、これはいい、ね。野菜を細かく切ってさ。いろんなの入ってんのね。私結構濃い口なんだけど、出汁がしっかり入ってて染みてて、すごく好みな感じ。もち麦の炊き合わせ。これがもち麦なんだ。の炊き合わせなんだね。鶏の出汁が効いててすごく美味しいです。そう鶏の出汁だ。今度は。さあ天ぷらやってまいりました。これ2人前です。こし油とたけのこの天ぷらです。山の幸ですよね。美味しい。サックサク。ね、揚げたて持ってきてくれるから。たけのこです。たけのこ肉厚。テレフォンショッピングみたいになっちゃった。今日は驚きが多いね。驚きが多いのよ。はい、いりません。柔らかすぎて。柔らかい。そうなの？めちゃくちゃ美味しいんだけど。違うかもしれないからもう一回いくよ。筋もないよ。美味しい。お食事がやってまいりました。すごいね。これは炊き込みご飯です。選べるんだよね。そう。白米と炊き込みご飯。桜えびの炊き込みご飯。いただきます。これだけでもいけそう。美味しい。二年味噌焼き。美味しい。美味しい鮭。デザートがやってまいりました。ね。すごいです。すごいね。爽やか。水羊羹自家製っていう。そう自家製。美味しい。なんかね。美味しいね。粒あんをぐっと固めたような、すごく凝縮した感じ。あんこって感じ。美味しい。そうだね。ではもうごちそうさまでしたよ。本当にすごかったね。お茶で締めますね。美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。朝のラウンジは6時からドリンク、おつまみをいただきます。アルコールコーナーは夜のみでした。朝も夕食と同じダイニング会で
ビュッフェバイキング。朝早くからスタッフの方が準備をしています。会津の地のもの中心の手作りバイキング、ここからすべてご紹介してまいります。こんな感じで持ってきました。めちゃくちゃ豪華です。ね、豪華豪華。ではおはようございます。おはようございます。昨日はね、千年の湯の露天風呂の方に貸し切り入りました。あれは最高。すごかったね。もう川が目の前で。そう、露天もそうだけどさ、内湯もさ、大理石で。そう本当にレトロな感じのね。ちょっとテルマエロマンちょっと思い浮かべるような感じのいいお風呂だった。でね、今日の朝は部屋風呂を堪能したんだけど、今日の朝は部屋風呂がね、千年の湯に負けないぐらいもう渓流ビューなんですよ。そう BGM をリラクゼーション系のやつをかけながらね、朝から豪華な食事で、食事すごいよね。いただきます。いや、牛乳があったんで、ここはね陶器のグラスなので中が見えない感じだけど、牛乳でまず朝牛でいきます。朝牛ね。
僕はね野菜ジュースね、美味しそうです。スムージーだっけ、スムそうージー。バナナとかいろいろ入ってる。甘さもね控えめで美味しいです。野菜たっぷり2種類のカレーです。ご飯はね、ちなみに玄米があったんで、玄米。このね、こっちは牛すじの方からいただきます。お肉ゴロゴロ柔らかい。めちゃくちゃ美味しい。バターチキンカレーです。ちょっとこっちもまたお肉柔らかい。美味しい。辛さはね、子供でも食べれるくらいの、まあ中辛ぐらいかな。お蕎麦です。美味しい？お蕎麦。熱々の汁をかけて。そうね。熱々でいただけるのはやっぱ嬉しいね。じゃじゃーん、いろいろ取ってきました。やっぱりさ、来たらもうイカ人参は必須だよね。イカ人参ちょっと乗っけてんだけど、あとね、牛すじの煮込み。ではどれからいこうかな。やっぱイカ人参？イカ人参いく？やっぱみんなイカ人参取ってた。やっぱり、福島名物。船揚げ。ご飯は玄米。プチプチしてて美味しいご飯。おかゆと白米と玄米と3種類あった。3種類あるからね、選べるよね。やっぱり玄米だね、ここに。玄米いいよね。これがね、ずんだ餅。餅が出てるって珍しいよね。一口サイズだ。やっぱずんだは餅が美味しいね。めちゃくちゃこのずんだ餅美味しい。普段あんまりずんだって食べないんだけど、これなら食べれる。ちょっと甘いけどね、美味しい。これがあんこ餅。ずんだ餅とあんこ餅があった。あんこ餅も一口サイズで食べやすそうです。あんこもめっちゃうまい。甘さはどうですか？甘さもね、そこまで甘くなくて美味しい。さあ、牛すじの煮込みです。おいしい。柔らかい。お肉柔らかい。食べてみますか？美味しい。大きいよね、お肉ね。めっちゃ柔らかい。本当だ。美味しい。ご飯が進むね。味付けがすごくいいんですよね。牛すじ煮込み、これおすすめ。でもさ、もう味付けがね、全体的にすごくいいの。いいね。ちょうどいい味付け。じゃじゃーん。高田納豆、地元の納豆です。これいいね、パッケージが。醤油もちゃんとついてる。小粒なのかな、これ。こんな感じ。本当はなんだっけ、このね、先にさ、納豆を混ぜた方が粘りが強くていいってどっかで聞いたことがあるんですけどね。私は先にめんどくさいからタレを先に入れちゃいます。いい感じの粘りじゃないですか、これね。かけてそしてなんとででーん、温泉卵です。ちょっと固めの温泉卵ね。これも一緒に食べちゃいます。じゃないとご飯が進みすぎちゃって完食できないので、これでいっちゃいます。ちょっとこれがいいね、この黄色い感じがいいですね。うわ、美味しい。濃厚な温泉卵です。ご飯のプチプチと納豆のプチプチと食感がすごくいい。玄米いいね。今回はね、こんな感じの窓側の席ね。そうだね。川は見えないけど山が見えて、向かい側に覗き込むと目の前に川が流れてるんだけど、覗き込むとね、こんな感じで下に川が見える。向かい側に見えるのはあれが千代滝の。そう昨日あそこまで登っていた。あそこまでね、2回登ったよね。お風呂入りに、貸し切り風呂入りに行く時と、あと夜の日本酒を飲む時ね。日本酒もよかった。でもさ、意外と昨日結構飲んだ感じがする日本酒を。だけど、今日も別にすっきりだね。そうだね、残らないね。残らない。いいお酒だったってことですね。
さあデザート待ってきました。デザートもねいろいろあってめっちゃ美味しそうでしたけどね、特にクリームブルレ、これがね出来たてパリパリのクリームブルレ、上がすごいこんなカチカチのねカラメルで美味しそうです。すごいパリパリ、上がパリパリで下がトロットロでプリンみたいな感じで最高です。フレンチトースト、バイキングの朝食ではよく出てきますよね、フレンチトースト。しっかり味が染みてて美味しいです。さあお腹いっぱい食べました。お腹いっぱい食べたね。美味しかった。全部美味しかった。全部美味しかった。もらったのでこれで締めますか。これからもう一風呂浴びてチェックアウトしたいと思います。そうだね。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。フロントでチェックアウトです。会津東山温泉くつろぎ宿新滝、いかがでしたか？渓流沿いの歴史あるお風呂と姉妹館千代滝の湯巡り、会津の郷土料理を楽しめる満足度の高い宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。